ガチゴラスのステータス解説。ジャスパルと申します。木の実ウィークボリューム2にて生息が確認されたチゴラス、ガチゴラスのステータスが判明しましたので、皆様と一緒に確認していきながら解説考察していきたいと思います。解禁初日の情報であるため間違っていることなどはあるかもしれません。その場合概要欄コメント欄にて補足訂正いたします。ご了承ください。岩タイプのガチゴラスが活躍できるトープ洞窟には、特にエンテイ率いる爆風雲、キューコンなど強力な木の実のポケモンたちがひしめき合っている激戦区の印象なんですが、ガチゴラスはトープの新たなスタンダードになるポテンシャルを強く感じました。特に無課金ご注目ください。それでは参ります。ということでガチゴラスのステータスこちらとなったようです。岩タイプの木の実得意ポケモンでした。もしや木の実バーストのスキル得意ポケモンっていう線もあるのかと思ってたんですが、まっすぐに木の実得意でしたね。岩タイプとしては岩アークに次いで2種族目、フレンドポイント5でチゴラスはゲットすることができるので、新たな岩タイプ木の実得意の選択肢となってくれました。また木の実ウィークでは今のところネイティ、チゴラスと木の実得意が続いてますね。そして個人的な超注目ポイントがメインスキル、料理パワーアップ S、 いわゆる鍋拡張ですね。これめちゃくちゃいい調整だと思ってます。本当に感動的なまでありますね。後ほど理由はしっかりお話しするんですが、とにかくこの鍋拡張とラグラージの料理チャンスなんかを絡めたりすることで、料理にもそれなりに対応しつつ木の実のポケモンを編成できるので、このガチゴラスラグラージシステムがトープの、もしかするとトープ EX の新たなスタンダードになるんじゃないかと、エンテイを育成していない方のニュースタンダードになっていくんじゃないかと、とても期待しております。ただし育成が大変なんじゃないかなと思うので、今後のトープぐっすりやアンバーぐっすりでフレンドさんから飴が送られてくるのかどうかみたいな世間的な人気や評価も結構重要なポケモンとなりそうだなと思ってます。ぜひね、皆さんのガチゴラスの評価もお教えください。そんな1億年前の世界では無敵を誇り王様のように振る舞っていたと言われる暴君ポケモンガチゴラス、ポケモンスリープではどのように振る舞ってくれるんでしょうか。鍋拡張を備えた岩タイプの新たな木の実得意ポケモンでした。さあそれでは改めてステータスを細かく解説していきたいと思います。ガチゴラス、岩タイプの木の実得意ポケモンです。動画後半ではいろんなポケモンたちとの簡単な比較もするんですが、ひとまず岩アークより強いです。ただしリボン岩アークよりは強くないですっていう絶妙な調整がなされています。そんなガチゴラスの基礎お手伝いスピードは46分40秒、2800秒となっているようで、岩アークとゴローニャが3100秒なので岩タイプ最速の1匹ですね。木の実エナジー的には岩タイプは草タイプと同じで、スピード的にもメガニウムと同じ2800秒なので、だいたいそんな感じです。なんとなくイメージつきますでしょうかね。岩アークよりは300秒もお手伝いスピードが速いものの、お休みリボン2000時間の岩アークであれば実質2728秒相当になるので、岩アークの 13.2% という極限調整されている食材確率も相まって、岩アークの方が優秀な木の実ポケモンとなるみたいです。ここしっかりこれまで岩アークを育て続けてきた人には、簡単には上位互換になるようなポケモンは実装しないよっていうメッセージがあるような気がしますね。てなわけで引き続き2000時間岩アークは岩木の実最速なんですが、それ以外では岩タイプで最速を誇るお手伝いスピード2800秒でした。続いて集める食材、第1食材豆ミート、第2食材特選リンゴ、第3食材ほっこりポテトということで、モチーフになっている T-Rex のイメージ通りというべきか、ミートを集めるポケモンみたいですね。リンゴはなんでなんでしょうかね。リンゴも食べてたんでしょうか。また第3食材はほっこりポテトで、ミートポテトはボーマンダにも通ずる食材なんですけれども、恐竜とかの食性に詳しいニキネキがいたら、ぜひともこんなもの食べてたらしいよとかお教えいただけますと幸いです。なお岩アークとも大体同じ食材となっておりますね。岩アークはリンゴではなくトマトですね。パッと見は大体一緒です。で地味に面白いのが第2食材のリンゴ3つなんですよね。ここ2つじゃないんですね。リンゴの方がミート2つよりもだいぶエナジーが高いパターンとなっています。
前回の追加ポケモンがサンドパン、かぼちゃのサンドパンだったのでインパクトは薄いんですが、どうやらね食材確率もそこまでは高くないみたいですし、木の実ウィーク2開催時点の最強レシピ群ではミートもリンゴも使わないので、せっかくの鍋拡張も活かしづらい感じにはなっているのかなと思います。今後の活躍の機会もトープかトープ EX かみたいなところがあるかと思うので、それこそトープ EX が来る時の環境で食材が活かせたらなってことを願っておきたいなと思います。そんな食材方面は控えめだけどスキルとの相性はいいのでちょっと気にしたいミート、リンゴ、ポテトでした。さあ続いてメインスキル、ここが素晴らしい調整だと思いました。料理パワーアップ S、 いわゆる鍋拡張です。これ何が素晴らしいかというと、ボーマンダもそうなんですけど、いいキャンプチケットを使っているタイミングって鍋拡張のスキルって別にそれほど重要ではないかと思います。なのでいいキャンプチケットを常に使っている方にとっては下手したらあってもなくても変わらないスキルと言えなくもないのかなと。でそれこそいいキャンプチケットを常用されている方ってそれなりに課金されている方も多いんじゃないかなと思うんですけど、そんな方であればこれまでイワークを厳選したり育ててたりする余裕もそれなりにはあったのかなと思うんですよね。でそんな方にとってはガチゴラスってある意味無駄なスキルがついているし、イワークは2000時間リボンで岩木の実最強だしってことで、イワークの強みがしっかり確保されるような調整になってると思うんですよね。それでいて例えばキャンチ系を簡単には使えない無課金にとってはスキルレベルが2だったとしても鍋拡張の重ねがけに貢献してくれるポケモンとして唯一無二の存在感を放ってくれる、そんなスキルでもあるかなと思います。本当にね木の実のついでに鍋をでかくしてくれるポケモンなんて何匹いてもいいですからね。もうかねてより私の動画をご覧いただいている方はご存知かと思うんですけど、私料理パワーアップ S のポケモンわけもわからずはちゃめちゃにいるんですよね。数の暴力でなんとか鍋をでかくしようとしております。そんなねあまりキャンチケを使わないリサーチャーにとってはトープの鍋拡張重ねがけ担当として一押しの性能なんじゃないかと思ってます。そしてこれはなんとなくの印象の話なんですが、王様気質なガチゴラスが飯はまだかたくさん持ってこいって鍋を大きくしている姿、なんか良くない解釈一致味もなくもないなということで、トータル料理パワーアップ S はイワークの次に岩タイプの木の実得意を実装するにあたってこれ以上なかったというような素晴らしい調整なんじゃないかと思っているわけです。ガチゴラス1進化のポケモンなのでスキルレベル2では鍋10個分しか拡張できないんですけど、重ねがけ前提であれば今はそこまで気にならないかなとも思ったので今後も非常に注目していきたいなと思います。そんな個人的には一押しのメインスキル料理パワーアップ S でした。さあ続いて最大所持数は28個、若干少なめです。ここは1進化ゆえか同速のメガニウムやオーダイルよりはわずかに少ないんですが、わずかにぐらいではありますし、基本的には木の実得意のポケモンっていつの間に育成になってしまっても問題が少ないというかむしろ強いみたいなところもあるのでそんなには気にならないのかなとは思ってます。最大所持数28個でした。そしてゲットするためのフレンドポイントは20となっております。ここは王者の風格というべきか20となりましたね。事前の予想でもなんとなくフレンドポイント20あってもおかしくないよねって言ってたんですが、1進化ですけれども20のタイプとなりました。化石ポケモンたちは今後これがデフォになるのかもしれませんね。フレンドポイント5から20にジャンプアップするポケモンとしてはムシャーナとかストリンダーなんかもいるんですけど、一応ガチゴラスも昼間の間にしか進化できないっていう進化に特殊な条件がついているポケモンってことでフレンドポイント20になっているのかもしれませんね。フレンドポイント的には基本的にはイワークより強い新たな岩ポケモンって感じなんですが、直接ゲットするんだったらイワークでもいいんじゃないっていう感じにもなってるのがまた絶妙な調整だなと思います。そんなフレンドポイント20でした。そして今ちょろっと触れたんですが、チゴラスからの進化はレベル29以上で飴80個、そして6時から17時59分までの日中の時間帯でしか進化することができないポケモンとなっています。昼間しか進化できません。アマルルガは逆で夜しか進化できないんですよね。
ってことで、一応進化にタイミングが必要だよってことで覚えておいてください。進化に必要な飴の量もフレンドポイント20のポケモンとなるため80個必要ですね。といったガチゴラスのステータスでした。いかがでしたでしょうか？いや、ついに来ましたね。岩アークよりゲットしやすくて、基本的には岩アークより強い岩の木の実得意ポケモンってことで、岩アークはね、私これまでそもそも出会ったことすらほとんどなかったので、アンバーでも探せるチゴラスに大感謝といったところです。正直、鍋拡張大好き TV 的には、トープの木の実得意で最もゲットしたいポケモンはチゴラスと言いたいところなんですが、能力的にも申し分なくても、特に木の実得意ってそれだけでは語れないのがポケモンスリープなんですよね。ということで、一つ注意点なんですが、ガチゴラスの欠点は基本的には育成しづらいことなんじゃないかなと思っています。要は、飴があんまり手に入らない。そもそも1進化の上にガチゴラスがでかすぎるからなのか、お腹の上根がないので寝顔が全部で7つになってます。水五郎族とかであれば沼クロウも含めて結構見かけるんじゃないかなと思うんですけど、なかなかそうはいかないと思うんですよね。ポケモンの出現ランク的なところもガチゴラスがフレンドポイント20なので結構遠いと思うんですよ。その上、出現フィールドも日の嵐より多いとはいえ、トープを抜けた後アンバーまでは出てこないですし、初期から遊んでいた周りのプレイヤーもね、日の嵐の飴を送り合っていたようなあの環境とは現在状況が全く違います。ポケモンの種類もめちゃくちゃ増えましたしね。そしてぐっすりタイプにはトープ的にも最大のライバルとも言えそうな水五郎族が出現したりとかしますね。ラグラージ本当に強いんですよね。とりあえずエンテイがいない人はトープの木の実担当は全員ラグラージを選んでおけば間違いないってくらい、ラグラージは強さも育成のしやすさも頭2つくらい抜けてるんじゃないかなと思ってます。そしてトープにもアンバーにも水五郎だったりヨーギラスだったりナックラーだったり飴の人気が高そうなポケモンがいるってところで、これは岩アークもそうなんですけど、ガチゴラス最大の障壁は育成が大変そうなことなんじゃないかなと思ってます。なのでこのガチゴラスの能力を気に入った方は育成面をどうするのかっていうのも合わせて考えてあげるとベターかなと思います。なるべく一緒に寝ていくとか雨ブーストも検討するとか考えてみてください。無課金初期勢のパル的には主戦場はトープ EX になるんじゃないかなと、来年の8月とかくらいになるんじゃないかなと思っているので、とりあえずこの木の実ウィークではしっかりと厳選して、それ以降はコツコツ厳選していって、年末のホリデー雨ブーストとかでがっつり育成できたらなくらいの温度感で見ておこうかなと思っています。鍋拡張を生かすとなるとベースの鍋もしっかり大きくしなくちゃいけないので、かけらが足りるのかどうかみたいな部分も問題なのかもしれませんね。ってことでステータスの評価そのものはばっこり高いガチゴラスなんですが、育成面に難ありかもしれないってことでうまいこと付き合っていく必要がありそうです。なので現時点でのトープの木の実ポケモンのおすすめは、エンテイがいるなら炎のポケモンたち、そうじゃないならラグラージ、次にガチゴラスくらいの感じで思ってます。ぜひね、育成面も踏まえたガチゴラスの評価お聞かせください。コメントお待ちしております。さあそれではここからはガチゴラスの実際の能力を他のポケモンたちとざっくり比較して見ていきたいと思います。レノンクスポケスリ攻略ツールさんではすでに食材確率、スキル確率の分析が終了しているようです。いつもお世話になっております。ってことでガチゴラスの詳しい能力こんな感じみたいです。食材確率 17.8%、 スキル発動率 2.9% となっているみたいです。岩アークの食材確率が 13.2% らしいので、スピードと食材確率でうまいことバランス取ってるんだろうなっていう感じがします。ってことでまず木の実の能力超ざっくりチェックしてみましょう。レベル60、無補正、元気の設定現実的で18回復 ×4 回、睡眠時間9時間3食付きの場合、ガチゴラスが1日に集める木の実エナジーはこんな感じみたいです。全体9位ですね。設定次第なんですが、爆風雲や原種球根よりはわずかに低く、ラグラージよりはわずかに高いっていう感じになっています。みんな大体一緒くらいですね。飛び抜けて誰かが強いってことはないですね。
イワークよりは若干強いんですが、イワークもラグラージュも食材確率が低めなのがしっかり強くて素晴らしい印象ですね。調整されてるなって感じです。なおイワークに2000時間リボンをつけるとこんな感じ。いやイワークめちゃくちゃ強くないですか？これ知らなかったんですけど、リボンイワークってボーマンダに匹敵するほど強いみたいですね。まあこれは木の実エナジーしか見ていないですし、いつの間に育成にしているわけでもないんですけど、こんな感じみたいです。あと今回は関係ないんですけど、2000時間日の嵐もだいぶ頑張ってますね。なお500時間リボンの時点でガチゴラスとイワークほぼ同じ木の実エナジーになるみたいです。ここも絶妙な調整ですよね。すでにイワークを育て始めているという方は500時間まで頑張れば一旦トントンくらいにはなるようなので、そこから先2000時間も楽しみになるような、そんな能力なのかなと思います。ってことでガチゴラス、木の実の能力はトップクラスの一匹ではあるけれど、他のポケモンと大きく差があるわけではないという感じです。食材確率と木の実の能力はこんな感じ。続いてスキル発動率は 2.9% ということで、こちらも鍋拡張のポケモンたちと一緒にグラフにしてみました。設定は先ほど同様スキル天井込みの期待値となっています。まあ1日2回に満たないくらいですね。可もなく不可もなく、木の実得意としては十分頑張ってくれているといった感じでしょうか。なお木の実の数 S を持たせるとこんな感じ。まあこんなもんですかね。実際の体感がボーマンダが1日2回くらいスキル使ってくれるかなーっていう感じなので、まあそんなもんかなと思います。といった感じで、木の実の能力はしっかりトップクラスでゲット しやすい岩タイプということで、鍋拡張もぼちぼちだけど十分強い、しかしながら育成面に難がありそうなガチゴラスでした。今のタイミング的にすぐ強いのかどうかっていうのは謎なんですけど、トープ EX では間違いなく主力として活躍してくれるだろうと信じておりますので、まあトープ EX の仕様がどうなるのか謎なんですけど、コツコツ厳選は進めてホリデー雨ブーストできるように待ち構えていたいなと思います。リソース集めも今のうちにしっかりしなくちゃですね。そろそろ年金の受給引き上げが来ると思ってます。そんなわけでね、以上のガチゴラスに対する意見、感想、評価もぜひともお教えください。世間的に人気があるのかないのかも非常に気になっております。パルはめっちゃ好みなのでしっかり探したいと思います。そんなガチゴラスのステータス解説でした。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。いつもたくさんの応援やコメント本当にありがとうございます。全部読ませてもらってます。今回鼻声ですみませんでした。それでは木の実ウィーク2、しっかりとタップしつつチゴラスたちとの素敵な出会いがあることを祈っております。ニュームーンデーで色違いにも出てきてほしいですね。ぜひグッドで得を高めておいてください。それでは今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。